迫ってって、ふいって触って、いる今なんか想像して体がふってなってた。イエーイって出てく、あ、イエーイだって。てっ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 て、うしょ。やっほー。皆さんこんにちは。小原の部屋へようこそ。今回はですね、雑談ベースでいろんな話していけたらいいなと思うんですけど、トークテーマがありまして、これだけは絶対に〇〇。例えば、これだけは絶対に苦手。これだけは絶対に許せない。これだけは絶対に見てほしい、食べてほしい、行ってみてほしいなどのテーマでゆるっと話していこうと思います。ということで、苦手。よく言ってるのは、貝類がダメ、苦手、克服できない。多分30代とかになったら大丈夫になるかなと思ってたけど変わらないから、これはずっと乗り越えられないのかなっていう風に思ったりはしてるんですけど、あと苦手。中途半端な高さがダメです。東京タワーとかスカイツリーの上乗って、登ったフロアに透明な床とかがあるじゃないですか。あそこ立っても全然足すくもないし、全然平気なんだけど、体育館の中2階みたいな、体育館って縁に歩けるスペースあるじゃないですか。あそこにシャトルが乗っちゃったとかボールが乗っちゃったって言って取りに行った時に、学生時代すごい足がすくんじゃって、なんでだろうと思ったら、多分天井が近くて、普通に下にいる時よりで、その照明のあまりの大きさと近さに怖くなっちゃったみたいで、その中途半端な高さが実はちょっと苦手で、克服できない。苦手なものってある？ミミズとか昔大丈夫だったんだけどな。今じゃちょっと怖くなっちゃった。セミは年々ダメかも。ダメって思ってるタイミングで玄関の前にいたりとかして、どっちなんだろうとかって思って慎重になるよね。ご存命なのか旅立たれてるのか、その場でスマホで調べるの。足がどうなっているとご存命なのか旅立たれてるのか見て、広げてるか閉じてるかで違うんだって。もうちょっとどっちがどっちだかあんま好きじゃない方なんで忘れちゃったんですけど、それで判明して、でその時に限って傘があったから、こうやって迫ってってふいって触って、あ、でもベランダにいて、一昨年の夏いると思って、なんでうちのベランダにいるのとかと思って、そしたら猫たちが集まってきて、最初は獲物と思ってこうやって見るんだけど、もう明らかに弱ってって、もう旅立たれようとしている感じだったから、だからずーっとこうやって旅立たれるのを見守ってるの。で、私は横でね、気持ち悪いねとかって言ってたんだけど、彼女たち2匹の方がすっごい大人に見えて、ずーっと眠りにつくのをこうやって見守ってるの。猫に学ばされた。最後まで見届けるんだと思って、めっちゃ暑いのに網戸にして、私は体育座りでセミが旅立たれるのをずっと見てるみたいな。それでも克服はできなかったけど、なんだったらちょっと暑いから救ってほしいんだけどなみたいな。セミってでも食べるとエビみたいな感じだって聞いたことある。味どうなんですかね。虫はちょっと苦手だけど、でも前その無印で働いてた時にコオロギのクッキーとかが出て、その時はやっぱスタッフだし、コオロギなら姿もないし食べたけど普通に美味しかった。食べたことある？セミ。喉をやられた時に毛殻を加工して1年どんな味するんですか？めっちゃ苦いです。でも喉にめっちゃあとは山田養蜂場のプロポリスいいですよ。プロポリススプレーとか、喉に刺す原液とか。喉に刺す原液はもだえ苦しむぐらい熱いと苦い。やっぱとろっとした蜂蜜ぐらいとろみがあるんだけど、でもやっぱさ、ごっくんってやっちゃうと意味ないから、喉に滞在させたいから、外いる時はちょっとできないけど、外いる時に垂らす時は本当に周りにすっごい匂いなんで、強烈な匂いなんで、臭いっていう方じゃなくて、蜂たちが蜂の巣を作る時に出す液とか、全体的に作る時に出す液がプロポリスで、蜂蜜は別だよ。蜂蜜は甘いじゃない。プロポリスはクソ苦い。その苦いっていう匂いがもう開けた瞬間するから、摂取した直後に対面で話すと、おーすごいプロポリスの匂いするねみたいになるから。そうだからちょっと気をつけて。家で刺す時は相当喉痛めた時とか声出なくなった時とかは仰向けになって
喉に滞在させたいから垂らしてごっくんせず舌をさちょっとこうって開けるとさ喉をこう通すみたいな自然にこう流れていくのを待つんだけど、喉痛めてるとやっぱ炎症起こしてるから痛いしみるみたいなのと、やっぱあと熱いのと苦いのでうめき声出したくなる。プロポリスはいい意味では苦手ですけど強い味方ですよね。苦手なものなんかありました？なさそうですよね。最強な女って感じですよね。そんなことないでしょ。あ、言っていいの？蝶々が苦手なんですよね。本当に心から思った。去年の稼働も死刑村上担当してなくてよかったと思って。至る所に蝶々出てきたからね。衣装でも蝶々とか、もう後編にも蝶々とか、それこそ衣装のきょんさんには蝶々の何かしらいっぱい用意してもらったから、それ見るたびになんかなってたらさ今なんか想像して体がふってなってた。何が苦手ですか？ない。あー、他には話が通じない大人。がね。あんまり軌道が読めなくて。でもそれで言ったら私蚕を育てたことがあるから、そういう意味では蛾はちょっと克服したかも。でもやっぱ繭を作ってくれるから絹の元だよね。だから成虫になる手前で止めないと穴開けて出てきちゃうから。でも蝶々の種類になってるんだけど、穴開けない状態で多分製品化する加工に入ると思うんだけど、ちっちゃい時に弟がなんか育てるみたいなのがあって、でもなんか愛着湧きすぎちゃって「かわいそうだよね」とかって言って全部穴開いちゃったの。結局成虫になるまで見届けちゃったから。そうでも成虫になった形はやっぱ飛べないから、そんな長寿じゃないからすぐに弱ってっちゃったんだけど、その子たちはセミよりももう手厚くこう旅立たれるのを見守った記憶はある。頑張ったね。出てくる前の状態は多分さなぎの途中の状態だけど、出てくる時はなんかほんと白いふわふわの綿みたいな感じで出て、ダメそうだねイエーイって出てくる。イエーイだってイエーイって出てくる。不均質な自然と人の美術館ってとこ大分県にあるんですけど、ここにですね自然とつながる3つの部屋っていう空間があって、太陽と月の部屋っていうのがあるんですけど、天井が288個のこう丸い小窓みたいなのがあるので、そこが自動でこう開閉してるのね、常に。でそこの開閉してる隙間から太陽の光が入ってきて、でちょうど床に三日月になったりまん丸になったりみたいなお月様の影みたいなのが遠回しに連れてってくんないかなっていう無理ですね行ってみてほしいっていうよりか、まず自分が行ってないから行ってみたいなって。あと行ってみてほしいところだったら那須のアートビオトープ。ここは人工的に作られたお庭っていうか空間なんだけど、ここはね無色無地の撮影の候補になったところなの最初で、コロナの影響もあってここの施設と一緒のなんかお店が閉店になったんですけど、一時だからこの庭どうなるのかなと思ったんだけど、また見れるようになったっていうのを聞いたので行ってみてほしい。ここまで来ると結構落ち着いてるかもしれないから行ってみてほしいな。あとは食べてほしい。巻きにじゃがいもとコーン巻くんですよ。美味しそうだね。じゃがいもは何？ふかして潰してとか？千切りにして生のまま巻いて。へえ、歯ごたえあって良さそう。塩で食べるだけ。焼くの？揚げ焼き？揚げ焼き。家で。川越は行ってみてほしいです。はい。常に持ち歩いているので。でも最近ハマってるところで言えばよかった。いちご大福がすごい好き。いいところのショッピングモールじゃない、伊勢丹とかの地下とかのはいちごの種類がこう違くて、やっぱそのいちごによってそのお値段がやっぱ変わってくる。前食べた時にすごい人気だったのはあまりんっていちご、大きくて甘くて、あれのいちご大福もすごい大きくて、でもなんかいちご大福は
こう割れたところにいちごが入ってるといちご大福って言ってたり、あとはなんか大福の上に可愛くいちごがちょんって乗ってるといちご餅って言われたり、決まりはないのかもしれないけど名称が違ったりしたから、これは何の違いなんですかって聞いて、あ、これは開けずに乗ってるんでって言って、あ、そういうことなんだとかって言って、私が食べた時のやつは上に乗ってるだけ、中はなんか白あんとかこしあんとかいろいろあったし、苦手なものから始まり食べてほしいもので終わって、ロケ行けたらいいね。お出かけできたらいいね。ゆるっとしたね、みんな閉じ込められた空間で撮ってて、もう出たい欲が強いのかもしれないね。全然決して連れてけってここに連れてけって言ってるわけじゃないんですけど、もう勝手に行ってるんで、プライベートで。ピクニックいいね。それならすぐできる。ピクニックする？どこだろう、わかんない。後で打ち合わせします。ということで今回はここまでです。またお会いしましょう。バイバイ。